始まりました。店舗の鉱石ラジオ in 城ヶ島です。イエーイ。私は今、神奈川県の一番南、三浦半島の先っぽにある城ヶ島に来ております。こちら城ヶ島は、もうこちらにもう早速見えますように、地学的にとても価値の高い場所となっております。もう地層など、さまざまなものが見れますので、それらをこれから巡っていきたいなと思います。現在、城ヶ島、気温が33度ありまして、とても暑いので、私も帽子をかぶって観察をしたいなと思います。では皆さん、ぜひ行きましょう。先ほどの冒頭の挨拶からすぐ近くの場所に来ております。現在こちらでは、ここのように休暇構造と呼ばれる地学的な要素が見ることができます。休暇構造とはどのようなものかと言いますと、大きい粒と小さい粒が同時に堆積したときに、大きい粒の方が先に堆積される。そしてその後から徐々に小さいものへと堆積が進んでいくという構造になるものです。でこちらのもう一回見ていただきたいんですけども、カメラだと分かりにくいかもしれませんが、こちらの方では大きい粒、このような粒がこっち側にありまして、でだんだんとこちらの方に行くと小さい粒が堆積されていることが分かります。このことから大きい粒が先に堆積される、つまり下にあるということは、地層的には大きい粒のあったこちら側が下にあり、こちら側の方が上にあったということが分かります。で現在こちらは地層がこっち側に、いわゆる縦に向いていますので、地層がもともとこちら側に傾いていたのが、何かしらの理由でこのような向きで隆起したということが分かります。でそしてまたこちらの地層なんですけれども、段差が激しいということがこの画像の映像の中からでも分かると思います。これはこちらのこの地層である岬層と呼ばれるこちらの地層の特徴で、岬層の特徴というのが2つの種類の層が入っているということが特徴です。なのでこの2つの種類によって硬さや大きさなどが違うので、浸食を受けた時にその浸食の速さに違いが出てきます。その結果、浸食の影響を受けるのが速い地層がへこみ、そして浸食の影響を受けるのが遅い地層が隆起するという特徴になるので、現在硬い地層のみがこのような形で隆起していて、柔らかい地層になった場所はもうこのようにもへこんでいる場所になっているというわけであります。では次の場所に行きましょう。私は今現在城ヶ島灯台に来ております。こちら城ヶ島の中では高い場所にあり、とても見晴らしがいい場所で、城ヶ島の観光スポットの一つとなっております。でこちらから見える景色というものがこちらです。こちらの広い海です。今日は晴れているので、とても海がキラキラとしてとても綺麗なのがよくわかります。ここでせっかくなので城ヶ島について軽く地学的な観点から説明させていただきたいなと思います。城ヶ島はですね、先ほども言った通り、三浦半島の先っぽ南端にある島でございます。なので下に見えるこちらの海、太平洋になります。とても広いので、よく奥とかにあそこにちょうどありますように、大型船や、奥にも島があるように、さまざまなものが見れるのも城ヶ島の海の特徴です。で城ヶ島の海、先ほど今言ったこちらが太平洋、こちらは南側で、ちょうどこちらが奥手にあるのが三崎港の港になります。城ヶ島の面白いところは、南側は太平洋に面しているのでとても波が荒いんですけれども、北側にある三浦半島と城ヶ島に挟まれた三崎港はとても波が穏やかで、昔から良い港とされてきました。でこちらの城ヶ島なんですけれども、地層が2つあります。1つ目が岬層です。こちらの緑ですね。城ヶ島の、西側の大半を占めている地層で、約400年前にできたものです。主に含まれているのは軽石やスコリアなどです。でもう一つが城ヶ島の東側の一部を占めている初恋層です。でこちらは1200万年前にできた地層で、主にシルトなどが含まれております。こちらは火山灰系の地層となります。でこちらの城ヶ島、軽く数字的なことも言いますと、ちょうど1キロ平方メーターです。で城ヶ島の最も高い場所は 29.9 メーターとなっており、比較的低い山のある島となっております。以上です。では次の場所に行きましょう。
見えました。イエーイ。いっぱい地層が見えます。先ほどから場所を移動しまして、今は城ヶ島の海岸線に来ております。海岸線にも様々な多くの地学的に重要なものがあります。例えばこちらですね。こちら火炎構造と呼ばれるものです。軽くフリップを用意してみましたので、ぜひ見てみてください。火炎構造です。英語では flame structure と言います。こちら火炎構造という名前なので、一見すると、火に関するものなのではないかと思われる方も多いと思うんですけれども、実際はこちら水の影響によって生まれたものです。どのように生まれたかと言いますと、まず最初に通常の地層が生まれます。今回もこちらの色に合わせまして黒い地層と茶色い地層を用意しました。で、ここを見ますと分かるように、最初はこのように平面な地層になっております。しかしこちらの砂が侵食してくる場合があります。その際に何が起きるかと言いますと、こちらが砂が侵食してきて、逆にこちらの砂が盛り上がる。その結果、先ほど言った火の炎に似た模様が生まれることから火炎構造と呼ばれます。では実際にこちら見てみましょう。こちらの地層は、こちらが黒い地層、こちらが茶色い地層となっております。最初はまっすぐな地層だったんですけれども、こちらの地層が侵食してきたことにより、こちらが盛り上がる。結果としてこのような模様、火の形のような模様が生まれたというわけです。では次の場所に行きましょう。こちらは海食道となっております。海食道というのは文字で言うと、海が食べる洞窟の洞と書いて海食道と言います。その名前から想像できるように、こちらの海食道は海の侵食によって生まれた洞窟です。こちら今現在砂浜なんですけども、もともとは海沿いにありまして、そして海の波や、風とかも含まれるんですけども、それらの要因でこちらのもともとの崖のところに侵食が受けて、少しずつ侵食を受けてへこんでいき、最終的にはこのような洞窟のようなものとなっております。でそしてこちらには偶然にももう一つ貴重なものがあります。それがこちらです。